皆さんこんばんは。こんばんはですね。暗くなりましたね。こんばんは。まず最初に皆さんフェローシップ事業フェローシップへの採用おめでとうございます。事業関係者を代表して心よりお祝い申し上げます。もう事業始まって10月からですから、すでにもういくつかイベント参加された方もあるかもしれませんが、ガイダンスの最初ということでこのフェローシップの概要について少し説明させていただきます。この図を皆さん見たことはありますでしょうか。これはHU ビジョン2030というところで、これ北海道大学2030年のあるべき姿ということで、北海道大学としては2つの軸を伸ばしていこうということをしています。一つはエクセレンス、もう一つはエクステンションになります。エクセレンスというのは、これは世界最先端の研究と教育ということで、比較的分かりやすいと思うんですが、もう一つここにエクステンションという軸があります。これは何かっていうと、ここにありますように、教育研究を社会に広げ地域課題を解決する社会展開力をつけようという、そういうことになります。なんとなくその地域課題を解決するっていうのは大学としてどうなのかと思うかもしれませんが、大学というのはそもそも3つの使命があります。これは法律で決まってます。研究教育と、それからもう一つは社会貢献です。ですのでこの図にあるように、北海道大学としては教育研究、最先端の教育研究するとともに、社会との競争、社会に役立つようなそういうふうな人材を出していこうと、そういうふうなことになっています。それがエクステンションということです。で、今回のエグゼクス博士人材フェローシップもこのビジョンにのっとったフェローシップ事業になります。つまりここでいうエクセレンス、これは例えば研究費を支給する、あるいは異分野との交流、世界視野の拡大といったことが皆さんのエクセレンスを伸ばすことになります。一方もう一つエクステンションとして、これは社会課題を探求する社会との競争教育の推進、研究の社会展開ということになります。これは別にその皆さんの研究を直接社会に役立てろと言ってるわけじゃありません。皆さんの能力を役に立てるという、そういう意味なので、そこのところは基礎研究してるから社会に役立たない、そういう問題ではありません。でこれ軸としてよくこういうふうな垂直の軸を書いてしまって、そうすると例えばエクステンションを伸ばしていっても全然エクセレンスを上に行かないじゃないかと思うかもしれませんが、実際はここのところはこんな90度ではなくて、もう少し鋭角なんですね。だから例えばエクステンションということ、社会とのこういうふうな競争力を身につけるということは、それは直接ではないですけども皆さんの研究力に役立ちます。確かに1分でも2分でも論文を読めば研究進むかもしれませんが、それよりもむしろ重要なことが皆さん今することがあるはずなんです。それが一つのエクステンションということになります。そういうふうなメニューを我々はいろいろ出してますから、ぜひそれを活用してください。で待遇っていうか中身としては、生活費相当の支援として18万円、十分ではないかもしれませんが経済的支援だと思います。それから研究費が40万円、さらに申請することによって追加の研究費とか、あるいは海外への渡航費等も補助があります。ぜひそのあたりこのプログラムを活用してください。全員で709名、以前から比べると少しは増えましたけど、まだなかなか博士課程の方全員までは行き届かない、そういう意味では皆さんは非常に選抜に通って良かったということになるかと思います。で採用者の責務、ちょっと責務というとなんとなく義務的な話なんですけども、決してそういうことじゃなくて、こういうことをすれば皆さんの力がつくという、そういうふうに理解をしてください。後で説明がありますが、本プログラムではフェローシップでは、必修とかそれから選択必修のカリキュラムというのがあります。これはぜひ受講するようにしてください。それからもう一つキャリア面談というのもあります。これについても後で説明があると思いますが、皆さんのキャリアについて、その専門員の方が丁寧に対応してくれますので、責務というよりも何ていうか、それはもうある意味ぜひ利用してください、そういうふうな感じになります。それからこれは文科省からの方の依頼なんですが、ジョブ型インターンシップへの登録をしてもらう、そういうことになります。でも最後になんですが、これこのガイダンスには今日はどうかわからないですけども、以前
博士課程に進学したいという方もおられたので、こういうふうなスライドを作ったんですが、ここで言いたいことは何かっていうと、研究室の外に出てください。研究室の外に出ていろんなことを体験してください。それは皆さんのエクステンションの力になります。それは先ほども言ったように間接的ですが、皆さんの研究力を高めるのに非常に効果があります。ぜひ我々としてはこういうふうなエクステンションの力をいろいろメニュー、研究力だけではなくてエクステンションの力っていうのをメニューとして出していますので、ぜひ積極的にそれを利用するようにしてください。これからの3年間の人、2年間、1年間いろいろあるかと思いますが、このプログラムを利用して自分たちの能力を発揮してそれを向上させてください。これから頑張ってください。皆さんこんばんは。ご紹介いただきました、本事業の業務ワンキングの、座長やっております工学研究員藤田と申します。よろしくお願いします。この、フェローシップのですねカリキュラムについてお話をさせていただきたいと思います。で今日の内容、この4点になっております。でまずは、育成する能力ということでありますけれども、先ほど研究総括石森先生の方からもお話ありましたように、このフェローシップではですね研究室の中で従来からやっている、研究力、ここでは研究の卓越性と書いてありますけどエクセレンス、それから、その研究をですね社会へ展開していくような能力、エクステンション、この2つを兼ね備えた人材を育成しようということがイメージになっております。で、どんな能力をそれぞれ育成するかということなんですけれども、ここにありますようにこのエクセレンスっていうのはこれはもう従来からやってきているような内容で、まさに研究室の中で専門力を鍛える、それぞれの研究分野の中で研究実績を上げる、この部分になります。そういう中で得られる力というのがこのエクセレンスのイメージです。でそれに加えてここにありますようにエクステンションというものが入ってきているということなんですけども、その中でですねこのプログラムの中で設定している4つの能力というのがあります。この、DX、AI 推進力、それから課題抽出解決、それから社会競争、連携競争力、そして国際コミュニケーション能力と、この4つを設定しております。でこのフェローシップではこの4つの力を獲得できるような環境をですね提供していこうということであります。で環境提供するだけではなくて先ほど総括の方からもお話ありましたように、一部必修のような形になっているということでですね少し負担感を感じるかもしれません。ただですね私どもはですねこれ私もですね大学院の博士課程を経験しておりますので、そこがどういうところかっていうのは自分でも経験として持っているわけですけれども、そこの研究の中でですね過ごす時間が長ければその分研究が進むものではないっていうことも経験していて、そういう中でですねこういう活動が皆さんの研究自身を推進するためにも、それから皆さんのですね将来のですね研究者としてのキャリアを築く上でもプラスになる、そういうものであるっていうふうにここでは思っていただきたいというふうに思っております。でこの4つの力について一つずつ簡単に触れていきたいと思いますけれども、まず DX、AI 推進力、ここに書いてありますように、IT、AI に関する知識や DX を正確に理解し、それらを自らの研究に応用できる、こういった力ということで、これは実際に研究にも役立つということはそのままで理解いただけるかというふうに思います。でこういう能力をですね自分の研究室の中だけではなくて並行して走っている学内の共通教育プログラムの中でこれを獲得できるようなものを用意しているということであります。それから課題抽出解決、これは自らの研究や社会の課題を抽出し解決する能力というような内容になっております。下の目標とか時間の関係でここでは省いていきたいというふうに思います。それから社会連携競争力、自らの専門研究分野と異なる研究分野の融合や外部機関との共同を通して新たな価値を創出する力と、こういったものを設定してそういうことが経験できたり、そういうことをですね学べるような、そういうプログラムを用意しているというものであります。から最後4つ目、国際コミュニケーション力、多様な立場を持つ研究者やステークホルダーとコミュニケーションする力、これは国の内外を問わないと。ですから
皆さんの場合はですね、自分の専門分野、それをですね、いい結果が出たらですね、それを海外の著名な先生のところに、殴り込みじゃないですけど、そういうところに入っていってですね、一緒にディスカッションをする、そういったようなこともイメージとして考えております。で、この4つの力をここで挙げておりますけれども、これをですね、同時にまんべんなく身につけてくれというふうには思っていなくて、自分がこの部分を伸ばしたいとかですね、あるいはここはちょっと弱いな、あるいはですね、どれもまあまあできるんだけど、特に海外の研究者とのですね、ディスカッションをですね、やっていきたいとか、そういうことがあればですね、そういうところに特化してそこの部分でですね、自分の能力を伸ばしてもらうと、そういうようなことでいいのかなというふうに思っております。それで、これをですね、育成するカリキュラムの上でどういう形になっているかということですけど、これは先ほどお話しした通りで、まずはそのエクセレンスの部分は、これは日々の研究活動ということになります。で、この部分に関しては、いろいろな形で基本的に皆さんにですね、配布される研究費以外にですね、特定のその申請をするような形でですね、追加の研究費を得ることができるようなシステムになっております。海外の研究ラボをですね、訪問するとかですね、あるいはグループを組んで、そしてある程度の装置を共同で他の博士課程のフェローシップの学生とチームを組んで、設備を購入する、そういったことも含めてここに入っております。それからエクステンション、こちらの方ですけれども、この4つの能力の設定に対して学内のですね、教育プログラムというのがあります。これは皆さんの所属している専攻とはまた別に大学院の共通科目というような形で参加すると、そんなような形をとっております。さて、こういうふうにして獲得した能力を可視化する仕組みというのをこちらのプログラムの方で用意しております。で、これがポートフォリオというものになります。で、せっかくそういう能力を獲得したのであれば、それを見える化したいということであります。これは皆さん自身がですね、自分自身の獲得した能力をですね、可視化して、さらにもっと力をつけていこうというモチベーションにしていただくとか、あるいは先々皆さんがですね、就職を含めたキャリアをですね、築いていく上での外部へのアピールというようなことのための可視化、こういったことができるようなものをここでは用意しております。で、まずどのように可視化するかということなんですけれども、ここにありますように、先ほど4プラス1ということで、4が下にあった4で、1が主体的研究力の方で、基本的に研究活動の中でということなんですけど、この4の部分ですね、この能力をどういうふうにですね、見える化するかということですけども、これを育成するためのプログラムに参加するということがまず基本になります。そして参加するとですね、それぞれのこちらのですね、このフェローシップへ登録しているリストの中にある科目を取ると、その科目ごとにこういうふうにポイントが与えられるようなものになっています。例えばある教育プログラムの中で何とか特論1というのを取ったときに、その科目に対してこの4つの力のどの部分に能力がつくんですかということをあらかじめ科目の担当者に決めていただいております。で、この科目を取ると、こういうポイントが得られるという、こんなような形になっております。ポイント化に対応している教育プログラムはフェローシップのウェブサイトにありますので、いつでも確認いただけます。そしてイメージとしてはこんな感じなんですけども、ポートフォリオ、これは皆さんがそれぞれのアカウントを持っていて、持つことができて、でこういうふうに見える化できるようなポートフォリオというのをそれぞれ個別に持つことになります。そして先ほどお話したように、ある科目を取るとこれがその科目に対応したそれぞれの能力のポイントが入ると。例えば数理データサイエンスセンターで提供しているようなプログラムだと、もう DX AI 推進力のところにもう全てのポイントが入るような、そういうものであったりですね、国際系の科目であれば国際コミュニケーションにすごく大きなポイントが入る、そんなような
ことで科目ごとに入り方は変わるんですけども、例えばこの科目を取って習得済みっていうふうにしていただくとこういうふうにポートフォリオのですねこれは研究室の能力ということで獲得する研究活動を通してという部分になりますけど、他の4つのどれかにポイントが配分されていて、科目を取れば取るほどそれが蓄積されていくと、そんなようなシステムになっています。でさらにですね科目によってはですねこういうそのルーブリック、評価対象科目というのがあります。これはですねその科目の活動の中でですね特にその個別の能力、例えば課題抽出とか国際コミュニケーション、国際系のプログラムでは多いんですけども、こういう国際コミュニケーション力っていうものがですねもう少し精度を上げて評価するような科目があります。でそういうものに関して非常に高い評価が得られればそのポイントに対して5倍付けとか倍付けとかこういう形でポイントを獲得できるようになっている、そんな設計になっております。こんな形でですね倍付けの科目も獲得したり、あるいはそのたくさん科目を取るとだんだんポイントがたまっていって、でこんなような形でそのポートフォリオのグラフが出来上がるわけです。で皆さんがですね終了する段階でこのチャートでですね一定のポイント以上を取るとこういうバッジが発行されると。これがオープンバッジという形である程度国際通用性のあるもので自分自身のですねいろいろな活動の中でこれをですね例えばメールのやり取りの時にメールに添付するとか SNS に自分のページにこれを貼っておくとか、そういうことをすると他の人が見てくれる、そんなような仕組みになっていると。で例えばこれで10ポイント獲得するとそれに対してゴールドのバッジが得られると、こんなような仕掛けになっております。でこのポートフォリオに関する具体的な手続きに関してですけれども、これはウェブサイトマニュアルがありますので、確認いただければというふうに思います。でこのガイダンス終了後、採用された皆さんにスラックで周知をいたします。では次に必修と選択必修というカリキュラムについてになりますけれども、こういうふうにですね必修という形を設けさせていただいております。私自身もですねあまり皆さんにですね研究以外の時間をですね義務的に割いてもらうっていうのは避けたいっていうような気持ちは常に持っております。ただこういうような形でですね必修っていう形にすることによって先ほどのですねEXEX のエクセレンスとエクステンション、この両方をですね基本的に伸ばしてもらうっていうことをある程度保証できるようにしたいっていうことでもあります。で必修に関してですけども合計3ポイント以上獲得するというようなことです。それから選択必修に関してはいろいろなプログラムがある中で競争教育プログラムに分類されるものと、それから海外教習プログラムに分類されるものがあるんですけども、これのうちのいずれかから1ポイント以上獲得するということが必修と選択必修の要件になっているということになります。まず必修カリキュラムで3ポイント獲得するのにどんな科目があるかというようなことがここにあります。ポイントの獲得はポイント獲得に対応した教育プログラムの履修や後日の選択必修プログラムへの参加によって行うと。全体で3ポイントあればよく、1つの能力で3ポイント以上集める必要はないということです。でポイント獲得に対応した科目、これはこのですねフェローシップのウェブサイトにバッとたくさん科目書いてありますので後で見ていただければというふうに思うんですけども、これ実際にですね取る方はですねもう3ポイントではなくてもっとどんどん取るという方もいるかというふうに思いますので、これをスタートラインというふうに考えていただきたいと思います。それから皆さんこのフェローシップの申請書を書くときにすでにこういう教育プログラムを取っているかどうかっていう項目があったと思います。でその取っている実績ももうすでにポイントに入るので、もうそういうところでこの3ポイントを満たしている方もそれなりにいるんじゃないかなというふうには思います。
ということでそういうものもそのまま使えるということです。それから先ほどお話ししたように自分の研究活動の中で、自分の成果が出たと。で海外の有名な先生の研究室に行ってその議論していきたい、そういったような国際教習活動もですねポイントになりますので、そういうところでですねこの必修のポイントを稼いでいただくと、そういうことでもいいのかなというふうに思います。で選択必修カリキュラムに関してですけれども、ここにありますように、これは先ほど説明した通りですけれども、競争教育プログラムまたは海外教習プログラムのいずれかで1ポイント以上獲得すると。で競争教育プログラムは地域課題や社会展開に関わる活動、主に国内での活動、それから海外教習プログラムは留学や海外研究室のラボ訪問、主に海外での活動ということになります。このいずれかということになります。この例えば地域競争プログラムでですね何か企業とかあるいは自治体とですね教習のような形で何かそういう社会課題を解決するような経験ということもいいんですけど、それよりはもうちょっと研究に特化してやり続けたいみたいな方はこの海外教習でとにかくその海外の研究者と交流するっていうところをやっていただけば、それでもう自動的にこの選択必修は満たされるというような形です。それからこの選択必修で獲得したポイントも先ほどの必修カリキュラムの3ポイントに含めることができるということであります。で具体的な科目としてこんなものがありますよということで、競争教育の方ではここにありますようにいろいろあります。今もうちょっと増えていると思います。こういう地下法のサイエンスフェスタとかですね、学内ラジオ面白、北大ラボのようなこういったものもポイントになりますので、いろんな活動で自分が自分の感覚に合うものをですね選んでやっていただくというのがいいかなというふうに思います。それから海外教習の方もかなりいろいろあります。海外研究室訪問5日間そこに滞在して議論をするということが少しこれは負荷をかけてますけれども、我々研究者がですね海外で本当にそこに入ってですね自分の研究の立ち位置のようなものを知るっていうのにある程度やはり継続的な議論が同じ場所で必要かなというふうには思いますので、こういうような形になっております。ということでこのリストにない科目でも追加されている可能性がありますし、もうすでにもうちょっと増えているかなというふうに思います。それで履修モデルのイメージなんですけども、いくつか例を紹介したいと思います。で国際教習のですねプログラムで OCS プログラムというのがあります。これは北方圏とかですねインドとか東南アジア、そういったところと教習をするというのが目的で、主題目は SDGs ということがキーワードになっております。でこのプログラムを履修するには基本的にこの3つを取ると基礎プログラムを終了したっていう形になるんですけども、これはこの演習というもの、これはPBL 科目なんですけども、それから基礎論、これは座学です。それから実習っていうのはこれは実際に海外に行くというプログラムになっております。でこのプログラムを終えた時点でそれぞれの科目で取れるポイントの合計っていうのはこういうふうになっていて、これはもう合計5になってしまいますので、さらにこの SDGs 実習っていうのがこれは実際に海外に行く内容になっておりますので、海外教師を満たしているということで、これ1個取ればもう選択必修も必修ももう満たしているということです。すでにこれを取ってしまっている人はもうすでに満たしているということになります。それから2つ目の例としてはニトベの大学院プログラムですね、これを修了した場合ということなんですけど、ニトベカレッジのですね大学院プログラムは基本的にこの発展科目っていうので、これは国内だけでの活動になりますので、必修を満たすためのポイントは獲得できるんですけども、海外教習とかそれから社会、連携科目がここに入ってませんので、この場合はですねそれ以外にこの競争教育プログラム社会連携の方の科目を何か一つ取らなくちゃいけないということで、ここではサイエンスフェスタ、要するに地下法とかですねそういうところに行って
自分の研究を一般市民に発表する、そんなようなものなんですけどもそういうものを組み合わせていただければ、合計で4.6ポイントで、競争教育もこれで満たしていると、そんなような扱いになります。それから、3つ目の履修モデルですけれども、共同これは競争教育プログラムのみで、必修と選択必修の要件を満たすというようなものですけれども、共同研究型インターンシップ、それから研究発表とポスター動画提出っていうのがあるんですけども、これをやると3単位で3ポイントで競争教育プログラムも満たしているので、これでクリアと、こういうような形になるというものになります。それから先ほどお話しした通り、修士で参加したプログラムはもうそのままポイントとして使っていただけるということになります。今日はもうすでに採択された方で博士課程にもう入っている方ですけれども、これから修士の学生さんでですね、予約生にこのエグゼックスプログラムのフェローシップの予約生になる方もいるんですけども、そういう人はまさに修士のうちに少しでも取っておいて自分の時間に余裕を持たせるということもいいということになります。それからこの履修期限ということですけれども、必修選択必修の履修は原則として博士2年次修了時までということです。4年課程の場合は3年次までと。これは最後の1年はもちろん論文執筆に集中しなくてはいけないので、できるだけその前にこういう経験は積んでおいていただくと。できればもう入学前にもう満たしているというのがいいのかなというふうに思います。それから最終年次に採択されるという方もこの中にいますので、そういう方は必修は免除になると、選択必修のみという形になります。それから履修報告フォームは、この期限までに修了要件を満たし、ウェブサイトに掲載している履修報告フォームから、こちらの事務局の方に報告していただくということになります。それから、随時報告いただいて、原則として2週間程度で認定の可否を連絡するということになっております。でその他の支援体制ということですけれども、追加研究費支援制度というのがあります。でこれは通常の研究費に加えて、国内外の学会参加、共同研究、共同機器の購入を支援すると、こういうことがありますので、これはもう積極的に活用していただきたい。それからあとメンター制度というのがあります。これは皆さんの指導教員以外にですね、学内でそれぞれの皆さんにですね、いろいろな相談をできるような、そういう方を指定しておりますので、そういう方と半年に1回面談を実施して、さらに学内のこういう教育プログラムについていろいろ質問をしたり、そういうつなぎ役を担っていただくという、メンター制度というのを用意しております。ということで、こういった内容はですね、ポータルサイト、それから学校を通じてご連絡したいと思います。で最後に、こういうようなことで研究室から外へと、それから社会で活躍できるようにというようなことをまとめにしておりますけれども、最初にもお話ししたように、こういうそのプラスアルファの活動っていうのをですね、義務的なものだっていうふうには考えないで、皆さんがですね、将来研究者として活躍するためのその力をつけるための道具だというふうに思って、ぜひ生かしていただきたいというふうに思っております。で特にですね、今現時点でやっている博士課程の研究活動っていうのもですね、いろんな場面がある。調子のいい時はどんどん自分一人でできるんですけども、行き詰まる時が必ずあるんですね。でそういう時に同じ博士課程の学生で、全く違う専門性を持っている人と話すことで何かその新しい突破口を見つけたりですね、ヒントになるようなことが得られる場面もあって、今やっている研究そのものにもこういうその外との交流、特に同じ立場の博士課程学生との教習、それから海外の研究室をラボに行ってですね、議論をする、そういうことっていうのは必ず役に立つというふうに思います。ですのでそういうふうに生かしていただきたい。でさらにそこで獲得した能力っていうのが、皆さんがですね、将来その
研究者として特に大きなサイエンスをやろうとすると一人ではなかなかできない。必ずその国内の他の研究者を誘って大きなチームを作っていかないといけない。でそういう時に、自分と周りの人を一緒に協力してですねある方向に向かっていこうっていうふうにするっていうような力がですねここでいうそのエクステンションの力のイメージですので、そういう部分にも役に立ってくると思いますので、ぜひこういうような用意している仕掛けを利用してですねそういう力を少しでも獲得していただきたいというふうに思っております。ということで私の方の説明以上になります。こんばんは。今紹介していただきました吉原です。私からはキャリア支援の話をするんですけれども、このエクゼックス、キャリア支援も非常に力を入れておりますので、ぜひご利用いただければと思います。で、キャリアっていうのはどちらかというとエクステンションっていう意味が多いと思うんですけれども、この中に含まれると。で、皆さんキャリア形成っていうと就活っていうようなイメージを持たれるんじゃないかなというふうに思います。でもキャリアを考えることっていうのは、先ほど石森先生のところでも話がありましたけど、エクステンションって個別じゃないんですよね。だからエクセレンスとも関わっていてっていうのは、キャリアを考えることによって皆さんが研究を進める時、自分で考えて進めますよね。その進め方とか研究の方向性を決めていく、何かにうまく進んでいる時はまっすぐ進むと思うんですけども、何かハードルがあった時には考えると思うんですよね。そういう時の方向性にも影響すると思ってます。なぜかというと、このキャリア形成っていうのは、例えば自己理解、自分は好きなこと、それからできること、やりたいこと、これ違いますよね。好きでもできないこともあるし、できてもやりたいってわけではないっていうものってありますよね。そういうことを理解していく。それから仕事理解、今例えばアカデミアに進もうと思っていらっしゃる方もいるかもしれないですけども、企業の中にも皆さんがやりたいと思うことができるところがあるかもしれない。そういうことっていうのは大学であるとか企業、それから研究分野、今のところでそのままやるのが皆さんにとって本当にいいのかどうか、そういうことを考えていくってことですね。で、こういうことを理解することによって自分は何が社会で生かせるのかっていうものに考えが深まってきて、自分ができることとかやりたい研究が見つけられて、将来のキャリアが見えてくる、変わってくるっていうこともあると思うんですね。ですから、先ほどの話もありましたけども、エクステンション、エクセレンスとエクステンションは一体なんじゃないかというふうに思ってます。で、そういうキャリアについてなんですけれども、ちょっと長いんですが、大学院教育推進機構の先端人材育成センターというところが皆さんを支援します。例えば赤糸会、ちょっと古っぽい名前なんですけれども、企業と皆さんとのマッチングのイベントです。1日かけて、企業の方々と効率的に話すことができます。その他にもプレゼンテーション、博士のためのプレゼンテーションですね。あとファシリテーション、交渉学、A講座、これは博士のロールモデルって書いてあるんですけども、文系向けには Aコーラっていうのをやっていたりします。その他にもマナーであるとかティータイム、これは主に大学院教育推進機構がやってるんですけども、異分野の交流などそういうことを実施して皆さんのキャリアを支援します。で、博士に進むとやっぱ研究しますよね。で、目の前のことに研究に集中しすぎると視野が狭くなってしまう場合があるんですね。これなかなか自分では気がつけません。で、研究室によっては共同研究をやっていたりして常に外とやり取りをしているので、こういう力は自然と研究の中で養われるところもあるかと思うんですけれども、一人で研究するタイプのところにいる方、そういう方はぜひですね、こういう状況に陥りやすいので、こういうプログラム使ってですね、能力を高めていただければというふうに思います。で、最近の博士についてなんですけれども、ものすごく変化しているんですね。複雑化していて多様化してきています。まず、博士を出た後どういう行き先があるかっていうと、ポスドクがありますよね。ポスドクって言っても一つじゃないですよね。あと助教になるっていった場合にも、北大だとアンビシャス特別助教っていうものがあったりします。あとその他にも、国研に行きたいとか、企業の研究職に行きたいとか、開発に行きたいとか、それ以外のところに行きたいと、博士に行くとよく
キャリアが狭まるって言われるんですけど、逆だと思ってます。こういうのはなかなか学部や大学院からいけないですよね。だから広がってるんですよ。なので非常に選ぶのが大変で、それぞれに先ほど言ったような向きとか不向きがあったり、あと就職する時のタイミングであるとか適切な準備っていうものがあって、とっても複雑なんですよね。で例えばこのタイミングっていうことに関して言えば、製薬企業だとこれ D1 の3月から今プレエントリーが始まるっていうふうになってます。4年生の方だと2年の3月ですね。で一方アカデミアだと3月 D3 になってから卒業年になってから活動するっていうことが多いかと思います。でそれにプラスアルファで、例えばこの中にも早期修了している方がいると思うんですけども、そうするとこれからもさらにずれてきちゃうんですよね。マスター早期修了した方、それからドクター早期修了する方、周りと合わせると1年遅くなっちゃうことがあります。そういうような複雑化をしています。あと近年皆さんもよく聞いていると思うんですけども、人材不足なんですね。なので博士の皆さん狙われてます。狙われてるってあんまりいい言い方じゃないかもしれないですけど、今すごい分野によっては初任給高いんですよね。そういうものから皆さんがさっき言ったような自己理解をして、自分はそこに本当に合ってるんだろうかって見る目を養っていただきたいと思ってます。あとそれからちょっと微妙な書き方をしたんですけれども、このエクゼックスみたいな予算が出ているので、キャリア支援の民間業者がたくさん今増えてます。そういう中で実はその博士に対してあんまりよく分かってない、理解をしてない人たちもいるので、そういうものをちゃんと見極めてほしい。おかしいなと思ったら先端人材育成センターに相談してください。あとそれからこっちと絡んでくるんですけれども、タイミングがすごく広がってきているのでよく分かりにくいんですね。で、もうエントリーシートを出さなきゃとか履歴書書かなきゃって慌てて準備すると結構時間取られるんですよ。そうすると就活と論文書く、実験をする、学会に出すっていうものが重なってしまって非常に苦しい状況になることがあります。どちらかを時間を削らなきゃならないということですね。そういう時も我々に相談してもらえれば、いつ頃からこういうふうに取り組むといいよっていうアカデミアでも企業でも相談ができるので、そういうふうに早めに取り組むと準備を分散することができるんですよね。そうすると論文も書く時間も取れますので、ぜひこういうものを使っていただければというふうに思います。で、先ほどもちょっと話がありましたけども、エクゼックスでの必須事項でキャリア関連のものがあるんですね。で、一つが先ほどもありましたキャリア面談です。これは皆さんにプロが面談するんですけれども、キャリア関連の状況であるとか、それから今後の計画等を客観的に見ることができます。で、フィードバックをします。で、自身のキャリア計画が決まるまでまだ決まってないという方ですね、こっち側の最初の面談に関しては外部の方に頼んでやっていただくんですけれども、その後も継続してやるっていう時には先端人材育成センターの教員であるとか、その外部の方々とか、そういうものが総出でですね、皆さんをサポートしていきますので、ぜひ使っていただければというふうに思います。あとジョブ型インターンシップっていうのもありましたけれども、これはどういうものかっていうと、基本的に2ヶ月以上、1ヶ月以上でも認められるんですけど、基本は2ヶ月以上企業でインターンシップすると、企業等でインターンシップするというもので、選考があって有給で契約を結びます。インターンシップをするときにさらには単位が出ると、こういうようなものなんですけれども、これは登録が必須になっていますけれども、参加に関しては皆さん自由に選んでください。で、こちらに関しても相談してくだされば相談に乗ります。で、登録方法とは後ほど連絡します。あともう一つが、博士課程終了後皆さんがどういうキャリアを歩んでいるかっていう報告がこれ必須になってます。報告方法については追って連絡いたします。で、その他の支援に関しても先端人材育成センターのホームページ見ていただくと過去の動画等書いてありますので、それを見た場合は言っていただければ見られるようにします。その他の提供しているプログラム等はポータルサイトにリンクを貼ってますので、こちらハイシステムっていうところから見ていただいたり、あとは日々
博士向けの情報をつぶやいてますので X も利用してください。で、エクゼックスですね、こういうことをやってますのでぜひ活用して自分自身のキャリアを切り開いていただきたいと思います。それを先端人材育成センターは支援いたします。以上です。吉原先生、ありがとうございました。フェローシップに関するガイダンスはこれで終了となります。